こんにちは、すいみーです。今回の旅は、なんと弾丸で京都の旅。深夜の横浜駅からスタートです。これから夜行バスに乗って京都を目指します。横浜駅から出る夜行バスの待合場所なんですけれども、横浜駅東口にあるスカイビルというところ。私はここからしか乗ったことがないんですけど、大体の夜行バスはここから出てると思います。集合場所でスタッフの方に名前を言ってみんなで歩いていく感じです。夜行バス、実はちょっと苦手なんですけど、酔い止め薬を飲むとそこそこ睡眠が取れることが分かりました。今回乗る夜行バス、グレースライナーというやつですね。比較的リーズナブルなお値段で取ることができます。乗車日の1週間ぐらい前にとって9000円でした。こんな感じで3列シート、私は真ん中の席でした。夜行バスに乗るときは耳栓、アイマスク、ネックピローが必須です。翌日の疲労具合が違ってきます。京都駅に到着です。やっぱり熟睡とまではいかないんですけど、なんとか睡眠をとることができました。ちょっと腰が痛い。乗ってきた夜行バスなんですけど、最初から全員のリクライニングシートが倒れてるスタイルだったんで、後ろの人に気を使わずにゆっくりできたと思います。今回の弾丸京都旅、私がもともと奈良出身というのもあるんですけど、地元に住んでた頃は京都近かったにもかかわらず、まだまだ行ったことないところがいっぱいあるんで、思い立った時に行ってみようという感じで夜行バスに飛び乗ったということです。最近京都がオーバーツーリズムのことでいろいろ言われているので、それもちょっと気になりました。朝から観光どこ行こうかなと思ってたんですけど、朝から空いてる神社仏閣を調べました。これから京都の地下鉄に乗ってとある場所へ向かいます。京都市営地下鉄烏丸線です。時刻は6時半ぐらいですかね。電車は全然空いてる感じです。烏丸御池駅で乗り換えします。そうそう、移動する時の交通機関なんですけど、京都では市バスとか路線バスがたくさんの観光客によって地元の方がバスに乗れないというような状況が発生しているらしいです。なので今日は電車での移動にしようと思います。乗り換えです。市営地下鉄東西線というのに乗ります。次は京都市役所前河原町御池です。東山駅で下車します。朝からやってる神社仏閣いろいろあったんですけれども、私は行ったことのない平安神宮というところに行ってみることにしました。出口から出てマップを見ながら平安神宮へ向かいます。おっと、間違えた。全然真逆の方に進んでました。危ない危ない。実はちょっとお天気が危うくて、今は止んでるんですけど、雨が降るかもしれないんですよね。こんなところに早速京都らしいものを発見しました。仏像ですね。神宮道、ここをまっすぐ行けば平安神宮が見えてくるはずです。それにしても早朝だからか歩いてる人がほとんどいません。朝から活動するの結構ありですね。ふと脇道を見ると道がまっすぐ伸びてるんです。京都の街は5番の目みたいに東西南北にまっすぐ伸びてる道が多いんです。この辺りもいろいろとお店があるみたいです。開店時間まではまだまだ時間があります。鳥居が見えてきました。セブンイレブンがとっても趣があります。鳥居の近くまで来ました。大きい鳥居ですね。
鳥居の手前ですね、こういうものを発見しました。風知地区と書いてます。都市の中にある美しい自然の景観や趣などを保存するために作られた制度です。さっきのセブンイレブンもそうですね。京都の風景の中に溶け込んだ感じ。そういえば学生の頃、京都のマクドナルド茶色いなーって言ってたのを思い出しました。全部の店舗ではないと思うんですが、茶色いマクドナルドは風知地区になってるんだと思います。鳥居の存在感が素晴らしいです。周りに高い建物がないので、遠くからでもよく見えました。図書館があります。あと美術館もあるみたいなんで、この辺りで一日過ごしてもいいぐらいの環境が整っています。平安神宮。朝早いので、ほとんど他の観光客の方がいない状態で、ゆっくり見学することができました。これからどこかで朝ごはんを食べたいんですけど、まだ空いてるお店がない状態なので、ちょっとお散歩をしたいと思います。早朝のお散歩がいいですね。空気がきれいだし、人も少ないのでゆったり歩けます。ここは京都市京セラ美術館の隣の建物みたいです。近くに京都市動物園というところがありました。
シマウマ。歩いてたら遠くに噴水みたいなのが見えます。なんだろう。ちょっと行ってみます。やっぱり噴水でした。なんでこんなところにあるんでしょう。川の色が2色になってますね。琵琶湖疎水記念館。こんなところがありました。日本遺産琵琶湖疎水。明治時代に滋賀県にある琵琶湖から京都に水を引くための建設工事がされたそうです。京都が琵琶湖から水を引いてるってこれのことか。これはすぐ隣にある巨大な輝きの像という像です。あれは何やら線路があります。線路が気になったんでちょっと行ってみます。これは廃線になった線路ですね。この何とも言えないノスタルジックな感じ。この線路なんですけど、たまたまここを通りかかって初めて知ったんですけど、蹴上インクラインというところだそうです。事前に何も調べてなかったんで、突然現れた廃線の線路にちょっと感動してしまいました。当時運河を渡ってきた船を荷物を下ろさず船のまま鉄道で運んでいたそうなんです。この線路沿い、桜並木がとても有名だそうです。ではちょっと静かな通りを通りながら駅の方に向かいます。漬物のお店みたいですね。現在まだ8時よりも前なので空いてるお店はほとんどないです。朝のお散歩コースにいい感じですね。お店があります。お食事どころでしょうか。向こうの方に古い門のようなものが見えます。これもなんだか昔からあるやつですね。この先に南禅寺という有名なお寺があるので、それに関するものでしょうか。観光案内の地図もあります。さすが京都。この辺りのエリアだけでも神社仏閣がたくさんあります。そういえばお腹すいたな。なんだか見覚えのある道に出てきた。また平安神宮の鳥居のとこに出ました。なんだかいい感じの道が、川沿いに柳の木が並んでますね。なんて書いてるのかね。なんかいいな、ここ。京都らしい匂いがプンプンしますね。ちょっとだけ歩いてみよう。そうそう、この後朝ごはんなんですけど、8時から開いてるパン屋さんがあったので、そこに行ってみようかなと思います。それでは朝ごはんです。
東山駅近くのパンのお店に入りました。ルーバカサブルというパン屋さんです。フランス人の方がオーナーだそうで、パンも日本のパン屋さんみたいな惣菜パンとかではなく、海外で食べるようなシンプルなパンが多い印象でした。チーズパンとラズベリーとチョコレートのタルト、紅茶を注文しました。チーズパン、ほんのりあったかくて美味しい。余計なものが入ってないシンプルな味。私好みの味でした。8時ちょっと前から並んでるお客さんもいて、地元の人に愛されてるお店という感じでした。朝ごはんを食べ終わって、また次の場所へ向かおうと思います。さっきの川沿いの柳の道が素敵だったんで、もう一度通ってみようかなと思います。なんか雨がひどくなってきました。雨がひどいので目的地をちょっと変更しようと思います。ここはたまたま通った古川町商店街という商店街です。このレトロな雰囲気が素敵ですよね。朝なんでまだお店が開いてません。それでは雨でも楽しめるようなところに行こうかなと思います。また地下鉄に乗ってちょっと移動します。駅のこういうアートいいですよね。京都の祇園祭の様子でしょうか。だんだん人が増えてきてますね。観光客風の方や外国人のグループも見えます。地下鉄に乗って五条駅で降りました。もしかして雨止んでる？知り合いにおすすめされたミュージアムに行ってみようかなと思ったんですよね。せっかくなので東本願寺に寄ってみましょう。東本願寺は浄土真宗大谷派の本山ということらしいです。とても大きなお寺なんですよね。京都駅からも歩いて行けるような距離にあります。ここ入り口かなと思ったら違うみたいですね。ここも違うみたいです。それにしても立派。ここですね、来ました。東本願寺の正面の入り口にあたる御影堂門。向こうの方に京都タワーも見えますね。歩いてる人との比較でわかりますが、めちゃめちゃでかい。木造建築の三門としては世界最大級らしいです。迫力ありますね。時代劇のセットの中にいるみたいです。御影堂でお参りさせていただきました。実は私の実家も浄土真宗でした。
雨は上がってるんですけど、せっかく来たのでおすすめされたミュージアムに行ってみたいと思います。東本願寺からだいたい15分くらい歩いたところに西本願寺というのがあるんですけれども、それの道路を挟んで向かい側あたり、ここです。龍谷ミュージアム。龍谷大学が運営されているミュージアムだそうです。仏教を中心とした貴重な歴史的文化財や調査や研究が行われたものなど、年に数回特別展として開催されているそうです。チケットは550円。インドや中国、タイなどの貴重な仏像の彫刻などが展示されていました。海外旅行でそれらの国へ行って寺院などを訪れた時に見られるような、とても貴重なものだと思われました。館内も空いててゆっくり見て回れたので、なかなか良かったです。というわけで、そろそろ歩き回って疲れてきたので休憩したいと思います。京都駅近くにある辻里さんのカフェです。もともとが抹茶専門の有名なお店です。抹茶スムージー S サイズを注文しました。八つ橋が乗ってるのは嬉しいですよね。さっぱりした抹茶味のスムージー、歩き疲れた体に染み渡るという感じ、とても美味でした。カフェで1時間ぐらい休憩しました。ここは京都駅です。たくさん人が行き交ってます。京都駅を通り抜けてとある場所へ向かいます。お昼ご飯どうしようかなと思ったんですけど、朝食べたパンの腹持ちが良かったのと、さっきカフェで休憩したんで、もうちょっとお昼のピークを過ぎたあたりにどこかご飯屋さんに入ろうかなと思います。これからどこへ行くかというと、京都駅から歩いて行けるとあるお寺です。道もそんなに難しくないので、割と行きやすい場所なんじゃないかなと思います。立派な五重塔が見えてきました。東の寺と書いて東寺というお寺です。思ったよりも観光客の方が少なめです。みんなどこへ行ってるのかな。あ、ハスが咲いてます。ピンク色のハスの花、とっても綺麗です。観光シーズンの真っ只中、京都は混んでてどこ行っても大変なのかなと思ったんですけど、意外とここ当時も穴場なのかもしれません。ちなみに京都駅から歩いて20分ぐらいだったんですけれども、近鉄線の東寺駅からの方が近いです。京都は何度も来てますけど、ここ東寺は初めて入ります。この時期の拝観料は500円でした。時期によっては五重塔の特別拝観というのがあるらしいです。ここは受付から入ってすぐあたり、結構広い庭園です。想像してたよりも敷地がかなり広いです。
五重塔にたどり着くまでちょっと歩きますけど、庭園がとってもいい感じです。五重塔入ってみたかったな。そして敷地内には金堂と講堂という建物があります。それぞれ国宝と重要文化財になっていて、中には阿弥陀如来や不動明王など国宝や重要文化財にあたる数々の仏像が安置されています。中は撮影禁止だったので外側だけにします。金堂と講堂の中の仏像をゆっくり拝観してきました。ろうそくぐらいの薄暗い明かりだったんですが、建物の中は静かで、外国の観光客の方もいらっしゃったんですけど、その雰囲気に圧倒されたのか、皆さん静かに仏像を眺めてらっしゃいました。私は庭園がとっても気に入りました。ベンチとかもあって、ちょっとぼーっとするのにいい感じ。当時とっても良かったです。観光客の数も少なくてとても回りやすかったし、シーズン中でも穴場ってことにしときましょう。駅の方に向かってるんですが、道を歩いてると突然昔の建物が出てくるのも京都らしいですね。安山石薬師如来と書いてます。ここは西福寺というお寺だそうです。駅の方に戻ってきました。ちょうど新幹線と近鉄線がクロスするように走ってます。それではちょっと遅めのお昼ご飯、都道というレストラン街があるんですが、そこにあるお蕎麦処葵さんというお店に入りました。なんと冬至御膳という定食を発見しました。手前左からそばの実のご飯、上は赤こんにゃくと京生湯葉のお作り、真ん中は鶏のうま煮、右はそばの巻き揚げ、そしてミニかけそばと自家製そば豆腐、たくあん。当時に行った帰りに冬至御膳、これは思い出になりますね。このそばの巻き揚げ、カリカリしてて美味しい。というわけでがっつり3時間ですね。睡眠も十分にとってだいぶすっきりしました。本当はシャワーも浴びたかったんですけど、なかなか順番が開かなくて断念しました。京都のお土産迷うほどいっぱいあるんですけど、今回は宇治の抹茶団子にしました。この素朴でシンプルな抹茶の味が私は好きです。
そんなこんなでお土産屋さんもぼちぼち閉店の時間となって、あとは帰りの夜行バスの時間を待つだけという感じ。スタバでデカフェのラテを注文しました。そしてこれ、当時で買った圧縮如来様のポストカード、それと帰りの夜行バスで履く急遽購入した靴下です。大仏画を、仏像グッズを集めてるわけではないですが、仏像がめっちゃ好きな人みたいになってしまった。早朝から活動してましたが、一日あっという間ですね。そろそろ時間なので夜行バスの待合所に向かいます。帰りのバスは10時過ぎの桜バスという夜行バスに乗ります。バスに乗り込むところを撮影できてなかったんですが、この後ちゃんと無事横浜まで帰りました。空いてる公衆トイレがあったので歯磨きはそこで済ませました。しまった、ちょっとお腹空いてきた。では今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録とグッドボタン、ベルマーク通知設定していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。